これから高松港の小豆島行きのフェリーターミナルまで行って、そこからカーフェリーで小豆島の方に今日は行きたいと思います。はい。結局ね、車で行くことにしました。小豆島、はい、お車で行きますか？行きます。はい、9時もう予約してるんですけど。もしお客さんのご都合よろしかったら、1本早いんでも行けますけど。あ、本当ですか？どうしましょう？ああ、いやもう、今何時？それでしたら、はい、8時半が来た時にもう一回来ていただけないでしょうか？あ、本当？今ちょっと置く場所がないんですよ。あ、本当？あ、じゃあ早いので行きます。行きます？ほいたら、2番って書いてます。ああ、本当ですか？はい。はい、わかりました。車が止まったらすぐ後ろにつけていただいて、はい、そこへ止めたら車検証を持って、はい、建物の中ね、はい、B カウンターね、はい、そちらで現金のみで切符を買っていただいて、現金？現金のみなんですよ。あ、本当。もしあれでしたらおろしに行っていただかないかんので。あ、じゃあわかりました。近くのコンビニに行ってまた来てくれると思います。現金ありますので大丈夫です。はい。ほんならそれで2番 B ね。はい。ほんでまた車に帰ってきてください。はい。ややこしいな。ややこしい。めっちゃややこしいわ。はあ。2番コース、あ、ここね。コースっていうからなんだかよくわかんなかったな。怖い。これから車検持って、カウンターに行きゃいいよね。怖い。はい。やられました。はい。切符買いきます。ビーチっていやもうこんなバタバタするとは思わなかった。8時2分のやつだね。バタバタこんなに、まあ1時間早く行くのはいいんだけど、めちゃめちゃバタバタ。もうなんかゆっくり写真撮る暇もなく、いやこれがチケット。本当になんかすごいやっぱ混んでるらしい。小豆島行きよかった。でも乗れて、こんな混んでると思ってなかったから、めっちゃ空いてるんだろうなぐらいしか思ってなくて、で予約もね昨日ねバタバタしたんですよ、夜。だから全然普通に取れたから、あ、大丈夫だとか思ってたんですけど、朝早い便が多いのかもしれない。もしかしたら9時の便取ってたんですけど、なんか仕事で行かれる方が多いかもしれないね。今日なんか予定変更で、朝本当は栗林公園にね行く予定だったんですけど、そうだ、ゆっくりフェリー乗り場行って写真でも撮ったりしてようと思って、で公園は明日に行くつもりだったんですよ。びっくりしたこんなこともあるな。しかも現金ってカードで払うつもりだったのに、まあお金は、とりあえずはあるからいいんだけど、これがあるからね、フェリーがいいんですよね。楽しいんですよね。なんかいろいろバタバタ分かんないことがたくさんあるから。土地勘がないと本当ダメだよ。もう3回ぐらいぐるぐる、しかもパトカーがうろうろしてるからさ、もう最後 U ターンして来ちゃった。ああ、でも楽しい。フェリーは本当だね。カーフェリーは本当楽しいわ。全然小豆島ね勉強してきてないんだけど、な
なんとかなるでしょう。1時間余裕があるからね。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。すごい。ああ、これが船なんだね。船なんだね。写真撮れないから。はあ、はあ、これですね。はい、お願いします。はい、すみません。右側1番お願いします。右側1番。はい。ああ、緊張する。運転下手くそだからね。怖いよ。ガッタンガッタンが。そんなにまだ怖い。まだ怖いよ。オッケー。めっちゃ近くに前の人ヒヤヒヤするだろうな。
はいこんな感じで結構ね朝からバタバタしましたけれども無事にカーフェリーの方に乗り込むことができました。で車のない乗船者の方は片道700円ということでフェリーのほか高速船もね1日16便就航しています。35分で早いんですけども値段の方がちょっと高いです。1190円ということで夜間はもうちょっと高くなるそうです。でこういった小さな売店もねありまして、私はほとんどの時間をねこの展望デッキで過ごしたんですけれども、今ちょうど出発したばかりでさっき出発した高松港がね遠くに見えております。瀬戸内海なので波は比較的穏やかで揺れも少ない感じでした。酔いやすい私にとってはねすごく快適な船旅となりました。はい、でこんな感じで結構ね朝はね毎日のようにこういう感じで霞んでたんですけれども、ちょうど本当はあそこら辺に、小豆島が見えるはずなんですけれども、今だんだん近づいて今左側が豊島で、こちらの右側が小豆島になります。はいで私が行った3月中旬あたりはですね本当に晴れが多かったんですけれども、朝はねこんな感じでどこも霞んでる感じが多かったですね。花粉なのか何なのかちょっとわからないですけれども、瀬戸内の気候なのか、結構こういう感じで写真ではですね白っぽく写ってますけれども、ラッキーなことに雨女なんですけれども、旅行中はずっとお天気の日がね続きました。1回だけ雨に降られましたかね、キャンプの時にねはい1時間の船旅でしたけれども、小豆島の土庄港という港にね到着しました。到着の時はなんかちょっと抱いていたイメージとはちょっと違って、最初に見えたのが工場のね煙だったんですけれども、醤油の工場とかねいろいろ結構工場がね食品系だと思うんですけども意外に多かったですね。でのんびりしたやっぱり島の感じで、こちらの方が土庄港ターミナルということで、瀬戸内海の島ということもあってちょっと南国風なね雰囲気を持つ港でした。すごいすごいすごい。はい、無事到着しました。私一番後ろなんですがこれから出ますじゃあ頑張ります。はい、こんな感じで1時間前後の船旅でしたけれども、とても楽しむことができました。少しね霞んでおりましたけれども船酔いすることもなくエンジョイできました。小豆島観光の様子は次回の動画でご紹介したいと思います。ちなみにこちらが帰りの第2小豆島丸の様子です。どうもご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。